はい、本日は2024年9月下旬。本日もね、早朝から船を出して釣りに行きたいと思います。で、本日のターゲットはこちら、アオリイカですね。ちょうどこの秋頃になると、アオリイカの新子が釣れ始めて、で、能登半島はかなりアオリイカがたくさん釣れるので、今年はね、アオリイカを釣るところを撮影してみたいと思います。で、今回は360度カメラで、ティップランエギングでアオリイカを釣るところを撮影してみたいと思います。はい、それでは360度カメラを沈めていきます。映像としてはこんな感じですね。で、水深が10メートルぐらいなので、10メートルくらいまで沈めて、でそこから3メーターとか4メーター上に巻き上げて、こうティップランエギングでエギを跳ね上げた時にちょうど同じ高さに来るように調節をして撮影したいと思います。はい、なんか今あれですね、小魚が泳いでますね。アジかな。ちょうどね、この数日前に能登半島を豪雨が襲った関係で、だいぶ海の中がちょっと濁ってますが、やっていきたいと思います。で、カメラの真横にエギを落として着底したら、数回しゃくってステイさせるというような形です。で、本来であればもう少しこう流れ、風が吹いてたり潮が流れている時にやりたいんですけど、今回撮影の関係上ですね、あえてこのベタなぎの時にやってます。はい、で海の中はこんな感じですね。こうエギが落ちてきて着底した後は数回跳ね上げてステイさせると。ちょうど今画面の中央にエギがステイしてますね。で、もう一回また落として、で数回しゃくってまたステイさせると。こんな感じです。で今のところね、エギを追っかけてくる、イカの姿は見えないですね。ちなみに使っているエギはティップランナーですね。はい。で、何度かね、今の動きを繰り返して、今ちょうど画面中央でステイしてたんですが、もう一回そこまで落として、で、しゃくり上げてきて、ステイさせると、イカが来て、はい、ヒットしました。墨を吐きながら海面に向かってます。で、ヒットシーンがこちらですね。着底してステイさせると、こうね、明確にね、竿先が引き込まれるような当たりだったので、すぐに合わせるとヒットしました。はい、ナイスサイズのアオリイカです。はい、今のシーンをスローモーションで見てみたいと思います。エギをステイさせていると、右の方からアオリイカが近寄ってきてますね。で、こう捕まえる瞬間にこう色が白から黒っぽい色に変わって、後ろの方から抱きついてる感じです。触手だけでちょんって触るよりはね、もう完全にこう抱きついてきてるんで、当たりとしては分かりやすい当たりだったかなと思います。はい。で、その後もね、すぐにエギを落として、また着底した後に、数回しゃくって、で、ステイさせると、今2匹寄ってきてますね。で、1匹が来て、はい。またヒットしました。今のね、船上でのヒットシーンはこんな感じです。
着底してから数回しゃくってステイで、はい、ヒットしました。ちょっとねカメラあえてこうカメラに近いところでステイするようにしゃくってるので、ちょっと違和感あるしゃくり方なんですけど、まあ無事アオリイカがヒットしました。やっぱりねこの時期はね結構数釣れる時期なので、このままどんどん釣っていきたいと思います。で、その後ね何度かエギを交換しながら引き続きアオリイカを釣っています。このエギはねエメラルダスの、ボートジョイントですね。首の部分がこう動くやつですね。こうやって水中で見ててもねこう動いてるの分かると思います。で、その後、同様にねしゃくっているとちょっと、太陽とかぶって見にくいですが、イカが後ろからエギに抱きつこうとしてます。こうね近づいては離れてっていうのをアオリイカが繰り返してますね。で、また着底させてしゃくるとイカが寄ってきました。で後ろから触るか触らないか際どいとこですね。もうすごく近くまで来てるんですけど触りはしないです。でこう追いかけてはまた離れてっていうのを繰り返していきますね。もう一回何度かしゃくってステイさせると後ろからじわじわ近づいてきました。はいヒット。ちょっとね逆光で見づらいですが、無事ヒットしました。はい、今のヒットシーンがこちらですね。はいはい、アオリイカゲットです。まあ9月はねまだまだ小さいアオリイカが多いんですけど、まあちょうどね食べ頃サイズのアオリイカが釣れてます。はい、その後もねエギをステイさせてると、まあこういう感じでね23匹アオリイカがこう追ってきたりします。こうやっぱねステイ中に近づいてくる、まあこうエギが止まっている時にこう近寄ってくるんですけど、まあ動き始めるとちょっと離れて、でまた止まると近寄ってくるみたいな、まあ、そういうエギの追っかけ方してますね。ただちょっとねだんだんこう波が出てきたのもあって、ちょっとエギもねこう綺麗に止めてるつもりでもやっぱ船が揺れてるんでちょっとエギも揺れちゃってますね。ちょっと撮影上においてもね、この波のせいでカメラも揺れ始めるので、ちょっと一旦風が落ち着いた波が落ち着いたタイミングで撮影を再開しようと思います。はいで、夕方近くなってちょっと落ち着いてきたのでまた撮影を再開したいと思います。ちょっと海の中はこんな感じですね。少し夕方に近くなって日光が弱くなってきたので、緑がかってますが、エギを落として着底させて、しゃくろうとするともう少ししゃくった段階でねもう早速アオリイカがヒットしました。まあ、ちょうどね夕間詰めでもあって、活性が高いですね。こちらがヒットシーン、船上でのヒットシーンです。はい、ちょうど9月の新子サイズですね。食べ頃サイズが釣れました。でねまた、すぐにエギを落として今落ちてったと思うんですけど、着底したら、
巻き上げようとするんですが、もうちょうど夕間詰めで活性が高いのか、もう着底した瞬間にこれも釣れてましたね。はい、ヒット。はい、もう着底して巻き上げようとしたらヒットしました。はい、またこれもアオリイカです。またエギを落として、着底させて、着ろうとすると、もうこれもね、もう底付近でもうすぐにエギに抱きついてきましたね。アオリイカです。はい、もうこれもこんな感じですね。もう着底してしゃくり上げようと思ったらもうヒット。やっぱりね、9月のねアオリイカはね、かなり数釣りができますね。はい、これもヒット。でね、はい、またヒットしたんですけど、これはカメラにねアフリカが引っかかって、ちょっとカメラごと回収する羽目になりました。もうちょうど夕間詰めでね地合いが来たっていうのもあって、もう全然止まんないです。たまにねこんな感じでコウイカが混ざったりもしますが、地合いなのでね、当たりが止まらず楽しい兆候になりました。はい、本日は360度カメラを使ってティップランエギングの水中映像の撮影をやってみました。いかがでしたでしょうか。もう少しね綺麗に撮影できるとよかったんですけど、なかなかこう撮影しやすいコンディションの時は、釣れないコンディションでもあるので、撮影と釣りを両立させるのは難しい釣り方かなとは思いました。能登半島はね結構アオリイカが秋頃は、たくさん数釣りが期待できるので、もう一回ねアオリイカの撮影してみてもいいかなと思います。それではまた次回お楽しみに。